こんにちは。大工の少年です。前回はウッドデッキの骨組みまでできました。今回はデッキを張ってね、完成させていきたいと思います。今回もね、このウッドデッキ見てもらうんですけども、前回で骨組みまでできてます。で、骨組みで塗装をかけてもらってね、その上にデッキ材を貼っていきます。で、まだデッキ材はできてないんでね、まずはデッキ材の下ごしらえをしていきます。この間ね、バンドが落としてしまってね、定番曲がっちゃって、ビルビーに送ってね、修理に出したんです。もちろんすぐ家まで送り返してもらったんですけども、発送も家まで取りに来て、もう本当に楽になったもんですよね。便利ですね。それではデッキ材を切ってきます。正直ね、4メーターもんを一口切っていくんですけども、一口切るのはなかなか押し切りですとね、大変なんですね。一口だけ切るぐらいでしたら、調子のいい真ん中でね、片方だけを切る。その方が楽ですね。全体の長さは現場で切ろうかなと思ってますから。デッキ材全体はモルダー掛けしてあるんですけども、モルダーがね、もう一つやったんですね。特にデッキ材の上刃がガタガタしてたんでね、もう一回レンガ穴をね、軽くかけてやって、そして大きめの面で仕上げます。現場の方でね、まだ階段の骨組みが作ってなかったんですね。2段上がって3段目がデッキの高さになります。階段は1段でも階段の形をしてれば階段ですし、踏み台の形をしてれば1段の踏み台ですよね。それはどうでもいいんですけど、階段も全部このデッキ材で作るんですよね。同じようなこの見た目で仕上がるように作ってくれっていうことなんで、するのも初めてなんですけど、最初からね、ポンコツの押し切り見てもらってるんですけども、このサイズですとね、100近く切れるんですよね。ですからこんな時ぐらいしか使わないんですけど、便利かなと思ってちょっと見栄え悪いけど使ってます。そして今塗装屋さん来てくれてるんで、1段2段の骨組みも一緒に裏側を全部塗ってもらいます。なかなかこのウッドデッキのね、骨組み作りと塗装屋さんと一緒にこうなったっていうのも珍しいんですけども、塗装屋さんもこれ2回ほど大工がやったこの現場行き来してもらって、自分もこの後また手すりを作りに行くんですけどね、大工屋近いですから、もう往復2回ずつ通うようになります。階段の骨組みこれでできたんでね、またこれも現場へ置いときます。そしてまたこの大工屋でね、手すり材を作っていきます。手すりはね、ごつすぎるぐらいの材料なんですけどね、重量感あって悪くはないんですけど、組んだ時にちょっと重いかな、それが心配なんですけど、縦に格子状に入れます。それをね、一つに組んでしまって取り付けても塗装屋さん四方塗れますからね、後から。とにかく最初に塗らな塗れないその箇所だけはね、前もって塗ってもらいます。また微妙なとこやな。
手すりの縦材と、そしてそれを留める横紋ですね。その材料が1センチ寸法書いてあります。ですから踏む時にね、5ミリのパッキンを下へ引いてあります。そのことで塵の上下が決まりますね。自然と揃ってくれます。踏みやすいですね。材料を積んでね、また現場へ戻ってきました。まだ階段の1段目のね、この骨組みができてなかったんで、まずはこの骨組みだけを取り付けます。それではデッキ材をやってきます。デッキの板はね、正直そこそこいけるやろなと思ってたんですけど、11枚の間隔はまだ決めてません。幅木材のね、1センチの切れ端を挟んであって、多分いけるんじゃないかなと残してあったんですけど、これで合わせて1枚目を前に少し出したいんですね。その寸法で加減しようかなと思ってたんですけど、そこそこの寸法になってね、よかったです。正面から1枚目と2枚目だけはね、柱の分だけね、デッキ板を変えてやります。もう柱を首切りするとね、仕事は綺麗なんですけどね、柱を傷めて水が回ってね、後々いいことありませんから、少しぐらいすいてもね、デッキ材で変えてきます。デッキ材は一番簡単に交換できますからね。そして1枚目と2枚目の間がちょうど水が溜まるようになります。デッキ板の方向に骨組みがありますからね、ちょうどその間の箇所に行くようにドリルで1個穴を開けておきます。そうすれば間の水は抜けてくれますからね。そしてデッキ板を取り付けていくんですけども、今回は釘ではないですね。いつもは丸頭の釘を使うんですけども、今回はステンレスの丸頭のビスですね。結構ね、思ったより頭が大きかったですね。イメージ的にはもう少し頭が小さいかなと思ってたんですけど、釘にしてもビスにしても必ずこの頭は目立ちますからね、デザインとしてね、考えてもらうしかないですね。そして全体を留めていきます。留める時でもね、この1センチのパッキンを挟んでやればもうそんで OK ですからね。こういう場合は楽ですね。そしてね、化粧のビス、釘でも同じなんですけど、必ずラインがまっすぐじゃないとダメなんですね。3ミリずれてもちょっと分かってしまうんですね。チョークラインでしっかりラインを出してやって留めていきます。このビス
全ネジだったんですね。ですから少し止めるのに苦労しましたね。いきなり軽く揉んだんではデッキ板が浮き上がってしまうんですね。1回緩めてやってね、2度目でしっかりと止めるように、全ネジのちょっと使いにくい一面ですね。短いデッキ板の壁の方はね、小口も塗ってあります。そして壁からは7ミリぐらい間隔を空けて留めていきます。横手の小口はね、今から切ります。短手の板を長さ切ってね、正面をまっすぐ合わせてもなかなか不可能に近いんですね。ですからこの場合はこういう風に定規を入れてね、後からまっすぐ切ってやればスカッと揃えますからね。そして小口をね、ペーパーで一生懸命こすってみたんですけど、やはりちょっともう一つなんですね。カンナで蹴った方が早くて綺麗でしたね。でも1センチのこの小口の面ですね、この面だけはやはりペーパーでこするのが楽ですね。早いですね。今度は玄関の入り口、階段部分のデッキですね。これはもう骨組みできてますから、2段に分けて1センチのパッキンでビスで留めていくだけです。今度は手すりをやっていきます。手すりは正面だけにつきます。そして骨組みをした時にね、角柱で真ん中の柱がされてあります。そこへ間にこれをはめ込んでいきます。柱には切り替えたり穴を掘ったりはしませんが、スーッと横から入れて、そして高さ見て留めていきます。この手すりをつけるのもね、柱の間にスッとはめ込むだけですね。柱には切りかけはしません。止めるのもね、ビスだけになります。ビスもね、何本も打てるわけはないですね。より効くようにね、取ってやったりね、角度を考えて、しっかりこう止めてやります。そして最後に手すりの上の重木をつけてあります。この材料はね、仕事はしてきてありませんから、現場でしっかりと手拾ってね、そして入れてきます。
この手すりもね、この柱には穴も掘りません。スッと紐付けで入れてあって、そして裏からビスで留めます。ですから覗き込めばね、ビスは正直見えるんですけどね、許してもらいます。これでね、アメリカン的なウッドデッキ仕上がりましたね。正面から見て手すりが入っただけでなんかアメリカン風になるんですね。その印象がもう頭についてるんですね。初めてこういう形させてもらったんですけども、いいもんですね。正直思ってたよりかっこよくなりました。よかったです。そしてこのデッキビス揉んだ時にね、プラスが少し変形してね、ヒゲが出てる時があるんですね。それを確実に取ってやってね、足でも切れたら大変ですからね、綺麗にペーパーでこすっときます。これでウッドデッキはできました。このウッドデッキはね、玄関から入りますから、基本土足で上がるようになります。これでね、この現場も終わりです。以上、大工の翔也でした。